ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風プレマ M ステ初出演パフォーマンス、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回のですね、藤井さんのプレマ9月上旬にですね、ミュージックビデオが公開されたタイミングで、実は歌声分析動画公開しております。こちらのサムネイルの動画なんですけれども、じゃあなぜ今回 M ステ出演の藤井さんの歌声をまた分析動画として公開したかというと、コメントの方でリクエストをいただきました。リクエストありがとうございます。僕もね、もちろん藤井さんが M ステ出演した時にですね、リアルタイムで見ていましたし、なんならね、テレビで録画して何回も見てるんですけれども、その時は一ファンとして見ていたので、もうほんとね、雰囲気を楽しむだったり、パフォーマンスをね、見て楽しむっていう感じで聞いていて、で、今回はですね、ボイストレーナーとして集中して歌声分析をしてみたんですけれども、やっぱり化け物ですね。ミュージックビデオでは表現していなかったであろう表現方法を使っていたり、歌い回しもミュージックビデオの時とは違った歌い回しだったり、声質作り、こういった部分をしていたかなっていうふうに思いました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で新しく実装されたシステム、ハイプ機能というものがございます。もうご存知の方も何人かいると思うんですけれども、その動画に対してハイプというその動画を応援しますよっていうシステムですね。1週間で1人3回までハイプができます。で、たくさんハイプしてもらった動画はですね、どんどんポイントが溜まっていって、1週間のハイプランキングというものにですね、乗ることができる。そういった感じなんですよね。ざっくりとした説明ですけれども。そのハイプランキングにですね、動画が乗ることができたら、今までに伝えきれていなかった方々にですね、今回の動画でいうところの藤井さんの歌声の魅力だったり、藤井さんの音楽の魅力を伝えることができるチャンスが増えるんですよね。ですので、もし皆さん今回のこの動画がですね、気に入っていただければ、ぜひ3回ハイプをしていただいて、ハイプランキングにですね、この動画を押し上げていただけたらなというふうに思います。僕もね、少しでも多くの方に藤井さんの歌声の魅力伝えていきたいと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いします。それでは早速、藤井風プレマ M ステパフォーマンス歌声分析 GO!ういこのイントロがいいですよね。乾いた感じのキーボードの音、これたまらないですよね。そして演説をするようなセットがまた個性的ですよね。続きいきますよ。藤井さん登場。そう、このサングラスがね、もう藤井さんトレードマークですよね。普通のサングラスの上にもう一個レンズみたいなやつがあるっていう。目が3つついてんのかなとかね、思っちゃうようなサングラスですけど、不思議とね、藤井さんはこのサングラスがね、めちゃくちゃ似合うんですよ。僕があのサングラスをつけても絶対に似合わないと思うんですけど、すごいですよね。じゃあ、歌い出しかな？いきますよ。はい。一回ここで止めますよ。このパワフルな感じの歌声を無表情で歌っているっていうところがすごく味があるなっていうふうに僕は思っていて、声の力強さは感じれるんですけども、喜怒哀楽の感情が声からは伝わってこないんですよね。ここにね、ものすごく僕は藤井さんならではの個性を感じます。もう一回その辺注目して聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。いつもだったら優しいとか
温かいとか、そういった感情が声から伝わってくると思うんですけど、この部分、声の感情としては藤井さんの顔の表情と同じく無表情っていう感じの声なんですけど、力強さだけが際立っているっていう部分がすごく魅力的だなっていうふうに思うんですよね。で、この声はどうやって出してるかというと、肺の中の空間、胸腔共鳴という部分の響きがメインの声です。この声をですね、歌の専門用語ではチェストボイスって言うんですけど、簡単に言うと地声ですね。すごく強い地声を使ってるポイントです。めちゃくちゃいい声ですよね。続きいきますよ。でね、このフェイクがたまらないですよね。みたいな。僕がやるとね、粒立ちが大きすぎてスムーズに聞こえないんですよね。その点、藤井さんのこの流れるようなフレージング、最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ほら、僕がやるとすごく粒立ちが大きい。粒立ちが大きいと、フェイクではなくて、演歌の拳みたいなニュアンスになっちゃうんですよね。この辺のね、コントロールが非常に難しくて繊細な部分なんですけど、いやー、憧れちゃいますね。次いきますよ。いやー、かっこいいなー。やっぱりかっこいいですよね。ミュージックビデオはミュージックビデオですごく聞きやすいとか、声の雰囲気作りとかこだわってレコーディングしたんだろうなっていう部分が伝わってくるんですけど、やっぱりテレビでの生での歌っていう部分でミュージックビデオだったり音源とは違った感情が声に乗ってますよね。やっぱりこういうライブ感がある藤井さんの歌声、僕すごく好きなんですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいね。やっぱり英詞を歌ってる藤井さん、僕ね、すごく好きですね。個人的に藤井さんの歌声って日本人離れした声だと思うんですよね。その決定的な理由としては、先ほど言った胸腔共鳴の使い方なんですよ。海外のボーカリストっていうのは、この胸腔共鳴の使い方、チェストボイスがですね、ものすごく力強いんですよね。日本の歌い手でここまで地声を強く表現しているボーカリストってなかなかいないんじゃないかっていうふうに個人的に思っているので、やっぱりこの辺さすがですよね。次いきますよ。あれですね。藤井さんが生で歌っている声の後ろにうっすらおそらくレコーディングしたであろう藤井さんの声も同時に流れてるんですね。これをダブリングって言ったりするんですけど、 K-POP アーティストとかはテレビ番組だとこういうダブリングっていう風な手法で歌を披露することがね、めちゃくちゃ多いんですけど、藤井さんも今回そのダブリングを使って歌ってますね。もう一回聞いてみましょう。で、このダブリングを使った歌の雰囲気としては、うっすらこうチリチリしたような質感が表現されるんですよ。この音質がですね、ものすごくきらびやかに聞こえて、美しさがこうどんどん増幅してくるんですよね。藤井さんの素晴らしい声にさらに美しさが乗ってくるっていう、最高ですね。次いきますよ。いい。やっぱりリズムのアクセントの付け方とかも生歌ならではなのかなっていうふうに思います。バックのサウンドが生バンドっていうところもかなり影響してると思うんですけど、生演奏、生歌唱っていうところでその瞬間にしか出ないノリっていうものがあるんですよね。これを音楽の専門用語ではグルーブとかグルーブ感って言ったりするんですけど、やっぱりレコーディングしたサウンドと比べると生で演奏してる方がこのノリっていうものがものすごくたくさん出るんですよ。
そこに対して心から乗っている藤井さんがいるからこそ、この素晴らしい歌声が生まれてるんじゃないかなっていうふうにね、思いますよ。いや、やっぱりこうやってボイストレーナー目線で聞くと、テレビで見たにもかかわらず発見がものすごく多いですね。いや、リクエストありがとうございます。今回ね、この撮影できて嬉しいですね。次行きますよ。そう、ここがね、ここがね、すごいんですよ。息継ぎなしですからね。後半とかね、苦しくなってもおかしくないぐらい長いフレーズなんですけど、息を吸わずに一息で歌ってるんですよ。ここで重要になってくるのがやっぱり息の量のコントロールと肺活量なんですよね。まず前提としてたくさん息を吸えないと長いフレーズは歌えないんですよ。これはね、多分皆さん知ってる情報だと思うんですけど、でもただ多く息を吸えば長いフレーズを歌えるかって言ったらそうじゃなくて、その次に今度は息の量のコントロールが必要になってきます。多く息を吸っても多く息を吐いて歌ってしまうとすぐに苦しくなってしまうんですよね。で、ポイントとなってくるのは少ない息の量で体の隅々まで声を響かせて声量をしっかりと出して歌えるかどうか。ここが重要です。先ほど言った肺の中の空間の胸腔共鳴だったり、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つの代表的な声を響かせるポイントをまんべんなく響かせることによって少ない息の量でも大きい声量を出すことができるんです。藤井さんはね、そのテクニックを使ってしっかりとね歌ってるからこそ、この長いフレーズを一息で歌えるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、素晴らしいですよね。さっきテクニックって言っちゃったんですけど、テクニックっていう風に言わせてしまうぐらいレベルの高い基礎力なんですよ、これ。息の使い方とか息の吸い方っていうのは歌の基礎の部分なんですけど、これをものすごい高いレベルで表現できる藤井さん、素晴らしすぎますよね。次行きますよ。で、ここ音域めちゃくちゃ低いんですけど、すごく声が聞き取りやすいですよね。低音域の特徴としては、声がもわっとしちゃう傾向があるんですよね。声がこもってしまうというか。でも藤井さんの声ははっきりと言葉が聞き取れる。これどうやって声出してるかっていうと、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらの響きをですね、多く声に混ぜて歌ってるんですよね。鼻の中の空間を響かせることによって声の通りが良くなるんですよ。その鼻の中の空間で低音部分のもわっとした音色をですね、中和して綺麗にはっきりと聞こえる声を作り出してるんですね。もう一回聞いてみましょう。ラー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 。僕がやるとこういう感じかな。これ鼻を使わないとラーララー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 、なんか声がもわっとしますよね。でも最初にやった鼻の音色を使った声だとすごく声がはっきり聞こえたと思うんです。これが鼻の鼻腔共鳴を使った低音部分と鼻腔共鳴を使わない低音部分の声質の違いです。次いきますよ。いい、すごくいいですね。で、今ベースの人がこうやって親指を動かしてベースを弾いてたと思うんですけど、これはスラップっていうテクニックですね。親指でベースの弦をベンベンっていう風に叩いてるんですよね。ファンクとかの楽曲でよく使われるベーステクニックです。音楽の豆知識でした。次いきますよ。いいですよね。このハーモニーが素晴らしいですよね。藤井さんの魅力ってやっぱり歌声も素晴らしいですけど、声を使った表現力、ここも素晴らしいですよね。歌の表現力ではなくて、声を使った表現力ってどういうことかっていうと、
ハーモニーを作る知識もものすごくレベルが高いんですよ。やっぱりクラシックに精通してるっていうことで、コーラスの作り方がね、ものすごくハイレベルなんですよね。弦楽器四重奏みたいな旋律の使い方でハーモニーを作っているというか。だからハモってるところの音がすごく熱くて聞き応えがバッチリなんですよね。もう一回聞いてみましょう。来るよ。ほら。かっこいいね。次から次へといろんな表現が出てるから、藤井さんの曲って次は何が来るんだろうっていうワクワクが止まらないですよね。次いきますよ。でここでね転調するんですよね。転調でキーが変わることを転調って言います。キーって何かっていうと音階っていう意味なんですよね。有名な音階だとドレミファソラシドで、転調っていうのはこのドレミファソラシドの音が例えばミから始まるドレミファソラシドの音階に曲中に変わりましたよ。これをね転調って言います。皆さんが知ってる転調の例を言うと、最後の大サビでキーが上がった。これもね、転調ですね。今の部分は A メロから B メロに切り替わるところで転調してるので、キーが上がったとかそういった転調の使い方ではないんですけど、で、転調の特徴としては曲の雰囲気がね、一気にガラッと変わるんですよ。B メロのね、この温かい雰囲気は転調したことによって出ている雰囲気です。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいですよね。このゆったりした感じがね、素晴らしいですよね。ミュージックビデオだとトラックの荷台に藤井さんが乗ってるシーンだったかな。なんかすっごいこう、煙がもくもく出てるトラック。すごくね、印象的なシーンでした。次行きますよ。で、ここはオクターブっていう手法が使われてますね。藤井さんのメロディーラインに対して1オクターブ上で裏声かな、裏声で同じメロディーをこう歌っていくみたいなフレーズ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。このオクターブが出てくると歌声がすごく透き通ったような雰囲気出てきてね、とっても素敵ですよね。次いきますよ。あれラーでしたよね。音源の方は。あれ地声だったっけな。なんでこのタイミングで気づいたんだろう。ここの高いところ裏声だったと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。あれ僕の聞き間違いかな。原曲の方もここ地声だったのかな。でも藤井さんって結構生で歌う時ってアドリブで原曲と違うことを歌ったりするじゃないですか。もしかすると今回もそうなのかもしれないですね。ちょっとね、後で確認してみます。次いきますよ。ここかっこいいですよね。サビ前のこのインパクトの強いところ、全体的にね、音を切るようにして歌ってるから、ものすごくインパクトが出てますよね。これをスタッカートって言います。さあ、じゃあサビ行ってみましょうか。いいですね。最初のプレーのこの入りの音をちょっとリズム溜めて歌ってるんですよね。こういうところにね、味を感じますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。いい、もうニヤニヤしちゃいますね。毎回言ってる気がする。かっこよすぎてニヤニヤしちゃいますねって。皆さんならね、分かってくれると思います。次いきますよ。フェイクがやっぱかっこいいな。僕の中の注目ポイントはやっぱりね、フェイクなんですよね。どのタイミングでフェイクが入ってくるかとか、どんな音選びでフェイクを歌っているのかっていうところね、僕はすごくね、注目しちゃうんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。やっぱりこのね、プレマのこの切ないサビのメロディーたまんないですよね。哀愁漂う感じっていうかね。でもそれをこう力強く歌ってるから、
心の奥でこうなんかメラメラと燃える炎みたいな雰囲気をですね、僕は感じます。もう一回聞いてみましょう。ほら。なんかすごく力強いですよね。いつもの藤井さんの声だったり、音源の方のプレマよりも力強く歌ってるような感じがするんですよね。最初に言った地声感が強い声というか。で、おそらく腹筋にも結構力を入れて歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。しっかりと腹式呼吸っていう呼吸法で息を吸うことによってお腹に力を入れて声を出すことができるんですけど、この辺をすごく意識して歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕はね推測します。次いきますよ。ここいいっすよねここいいっすよねだってなんかごめんなさい、普段の言葉遣いがねポロッと出てしまいました。割と砕けるとこういう感じの喋り方になるんですけど、なんとかっすよねとかなんかね、そういう言葉遣いなんですよ本当は。いつかね皆さんともこうやって普段の言葉遣いで話せる日が来るといいななんていうふうに思ってます。そして隣のねギターの方とこうね笑顔で表情で会話をしながら演奏してるシーン最高ですね。次いきますよ。もうセッションって感じですよね。あ、ギターかっこいい。なんかすごく文字が書いてありますね。一瞬ギターの方が僕の友達に似ててあれって思っちゃったんですけど、僕の友達のギタリストも YouTube をやっていて、早弾きナスノっていう名前で YouTube をやっていて、主にヘビーメタル系のギタリストの解説動画を公開してるんですけど、気になる方はぜひ早弾きナスノで検索してみてください。次いきますよ。いいね。こっからね、歌い出しなんですけど、やっぱテレビならではですよね。こういう演出、インタビューをされてるような演出で2番に入るっていうね。いきますよ。ここのハモリのフレーズ聞きましたか皆さん。そう、最初に歌声分析した時も、すごい音選びのハモリだなっていう風に思ったんですけど、すごくおしゃれ。やっぱり普通にはいかないんですよね。藤井さんの音選びは。もう一回聞いてみましょう。来るよ。ほら、すごくおしゃれですよね。ハモリが。もう本当にね、音楽っていうか、アートだなっていう風に思うんですよね、僕は。全てにおいて美しすぎて。もう芸術ですね。次いきますよ。記者の方々がね、藤井さんを囲んでいるシーン。こういう演出をするアーティストもなかなかいないですよね。すごく面白いシーンです。次いきますよ。このカメラマンの方々は藤井さんのライブでいつもバックダンサーをしてくれてる方々なのかな。なんか動きがすごいキレがありましたよね。なんかカメラでこうやってね。ぜひね、詳しい方コメントで教えてください。いつもね、皆さんにお願いしてる。それだけね、皆さんを頼りにしてます。藤井さんの情報をね、いろいろ教えてください、僕に。次いきますよ。ほら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 。やっぱりそうなんじゃないですか。ライブでバックダンサーで踊ってくれてる方々。なんか肩のヒットの入れ方とかすごいキレッキレでしたよね。もう一回見てみましょう。ほらほらほら。ほらほら。女性の方もダンサーさんなのかな。すごく大掛かりなパフォーマンスですよね。めちゃくちゃかっこいい。で、踊ってる藤井さんもね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいですよね。ドラムの音がこう乾いた感じの音になって、ドラム以外の楽器は音を止めてるポイントかな。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。いいですね。なんかブレイクみたいな感じですよね。ブレイクってバンド全体の音が完璧に止まる部分をブレイクって言うんですけど、乾いたドラムの音以外の楽器の音がね消えることによって一瞬ねこう時間が止まったような雰囲気ありますよね。これがねかっこいいんですよ。次いきますよ。
やっぱり地声だったかな、今のところ。ラーラー。もう気になって気になって。あ、でも2番は地声だった気もするんですけど、1番は裏声だったんじゃないかな。次いきますよ。えい。あ、そうそうそう。そう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 。こういうね、記者会見みたいなシーンになってましたよね、ここ。で、藤井さんは犬派ですか猫派ですかっていう質問に対して聞いていきましょう。もう僕も含めて皆さんもね、答えは知ってるんですけど、せっかくなんでね、行きたいと思います。まあ昔はなんか犬派ですとか言ってた時期もあったんですけれども、最近はですね、なんかどっちも可愛いじゃんって思って。どっちも可愛いですよね、確かに。僕はね、猫派なんですよ。実家にもみーちゃんっていう猫がいまして、もうね、結構おばちゃん猫で、もう13歳、今年で14歳かな。めちゃくちゃ可愛いんですよ。実家に帰るとね、僕にスリスリしてきてくれるみーちゃん。大好きなみーちゃんです。ごめんなさいね、藤井さんが喋ってる途中で止めちゃって。いきますよ。きまして、まあ強いて言うなら最近はどちらかというともう象本当そうですよね。本当に最近は象ですよね。PV にも象出てきましたし。象っていう言い方が可愛いですよね。次いきますよ。はい。リポーターです。はい。藤井さんはあ、そうだ。何色ですか？これは男性だから許される質問ですよね。これ相手が女性だったら絶対に許されない質問だし。藤井さんだから許されるってとこもあるのかもしれないですね。いや、ほんと面白いんですよね。続きいきますよ。パンツの色はですね、こういう晴れの舞台ではね、赤色を振ることとかも多かったり。ね、こう喋りながら、ピアノじゃない、キーボードか。キーボードを弾いてる藤井さんすごいですよね。もう本当に鍵盤楽器が体の一部なんですね。続きいきますよ。今日はクレマということで、アルバムジャケットのような黄ばんだ黄色を履いてます。言い方ね。黄ばんだ黄色。黄ばんだって言わなくていいのに。黄色を履いてますって言えばいいのに。黄ばんだ黄色を履いてます。もう本当面白いですね。てかこんなにガンガン喋ってる藤井さん見るのも僕は M ステが初めてでしたね。ライブだともう少しでも多く曲を皆さんに聴いてもらうためにあまり MC で喋らないじゃないですか。今喋れてた口が回ってなかった気がしますけど。あんまり MC で喋らないじゃないですか。だからここ最近テレビとかで藤井さんが出てる番組とかもね、僕チェックしてるんですけど、やっぱりいっぱい藤井さんが喋ってくれると嬉しいですね。そしてね、めちゃくちゃ可愛いっていうことがね、分かったんですよね。黄ばんだ黄色とか、象とか、めちゃくちゃ可愛いですよね。続きいきますよ。かっこいい。さっきの可愛いところから急にキリッとするこの切り替え、やばくないですか？もう一回聞いてみましょう。ほら。なんか聞いてるこっちも一瞬でこう気持ちの切り替えができちゃいますよね。こういうところがすごいんですよね。自分の世界観にしっかりと引っ張っていってくれるっていうかね。いやー最高すぎますね。次いきますよ。おしゃれ。超おしゃれここ。なんか藤井さんが歌ってるバックでギターのフレーズで早弾きっていうとこうテカ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 みたいなフレーズが入ってたんですけど、なんかこの音がですね、こうガラスが割れたようなそういうきらびやかな雰囲気がしてめちゃくちゃおしゃれな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら伝わるかな。なんかこうガラスがこうパリンって割れたような雰囲気がするギターのフレーズだったと思うんですよね。それと藤井さんのね歌うメロディーが絡むことによってものすごくおしゃれな雰囲気が出てるポイントですよね。次いきますよ。えい強いね。最後の高いところめちゃくちゃ強い地声でした。ここはねかなり多い息を使った声だと思います。もうまさにパワフルっていう言葉が似合う歌声でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。でここの声も胸の胸腔共鳴
こちらをメインで使ってるんですよね。高い声っていうのは基本的に鼻の鼻腔共鳴、こちらを使った方が出しやすかったりするんですけど、あえて力強く歌うために胸の響きをメインで使って高い声を出してるんですよね。今の音楽の流れだと高い音っていうのはもう鼻の鼻腔共鳴をメインで使って地声と裏声の中間の声であるミックスボイスっていう声、こちらをメインで使うボーカリストがほとんどなんですよね。ただミックスボイスを使うデメリットとしては高い声のパワー感が少なくなってしまうっていうところがデメリットなんですよ。日本のボーカリストはね。海外のボーカリストだと高いミックスボイスでもパワーを乗せて歌うボーカリストものすごいいっぱいいるんですけど、やっぱりこの地声をメインで使うっていう部分も海外でものすごく支持されてる要素の一つなのかなっていうふうにね、僕はね個人的に思います。次いきますよ。ほらほらほら、うえい、やばくないですか？最後のこの強い声、もうゴスペルですよね。ゴスペルっていうジャンルは地声をメインで使って感情を思いっきり声に乗せるっていうジャンルなんですけど、今の藤井さんの歌い方はまさにゴスペルっていう感じだと思います。歌声の力強さから藤井さんの気持ちがねこうビシビシ伝わってくるような感じありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、めちゃくちゃ高い音域なのにミックスボイスを使ってないんですよね。これ MV の歌声分析でも言ったような記憶があるんですけど、このぐらい高い音域だと先ほども言ったようにミックスボイスで歌うボーカリストが多い中、やっぱり気持ちを伝えるために地声をチョイスして歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。藤井さん曲によってはこのぐらいの音域はミックスボイスで歌ってる曲もあるんですよね。にもかかわらず今回のプレマの最後の大サビのこのハイトーンの部分は地声を選んで歌ってるっていうね。藤井さんの中で楽曲の中での声質チョイスもなんかパズルのピースをこう選んでるような作業なのかなっていうふうに思います。そのシーンそのシーンに合った声をチョイスして歌うっていうね、最高ですよね。次いきますよ。ほら、かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいね。生歌だからね、なおさら気持ちが伝わってくる雰囲気ありますよね。次いきますよ。やばくない？やばくないですか？プレーマーのこの P の発音が今めちゃくちゃ強かったの皆さん気づきましたか？この子音のアタック感も素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。やばい。本当にやばいですね。やっぱりライブとかこういった生の歌で藤井さんの進化が発揮されるというか、音源もめちゃくちゃかっこよくて素晴らしいんですけど、生演奏生歌唱はそれをはるかに上回ってきますよね。いや、こういう歌声だったりパフォーマンスだったり演奏を見るとですね、やっぱりね生で僕もね藤井さんの音楽を体感したいなっていう気持ちがねどんどん湧いてきますね。次いきますよ。いい、すごっねえねえこのピアノソロを弾きながら歌えるってこれねものすごく難しいんですよ。伴奏を弾きながら歌うとかだったら僕もねできるんですよ。ただピアノでタカタカタタタタとか言いながらワンフレーズを歌う、これがどれだけ難しいことかすごすぎますね。続きいきますよ。わー楽しそう。やば、めちゃくちゃノリノリですよね。かっこいいな。この体をね上下に揺らしてリズムを取ってる姿めちゃくちゃかっこいいですよね。続きいきますよ。ほら、やばいね。急に真顔になるんですよね。この気持ちの切り替えすごいですよね。さっきまで全力で音楽を楽しんでいたのに急にこうキリッとね
感情を切り替える藤井さん、すごいです。次いきますよ。かっこいいね。倒れ込む藤井さん。やっぱりね、最後までかっこいいんですよ、藤井さんは。思わずね、止めてしまいましたけど、あと3秒見ていきましょう。さんありがとうございました。藤井風さんありがとうございました。僕もね、言いたい。藤井風さんありがとうございましたって。最高ですね。以上、藤井風プレマミュージックステーションパフォーマンス歌声分析はここで終了です。いや、リクエストありがとうございました。プレマの方はですね、ミュージックビデオの歌声分析を公開したので、M ステの方もね、動画公開するのはちょっとくどいかなと思って控えようっていうふうに思っていたんですけれども、コメントの方で M ステのプレマの歌声分析もというふうにリクエストをいただいたので、よしやってみようと思って今回ねカメラ回したんですけど、いや本当にねやってよかったですね。やっぱり一ファンとして見るのとボイストレーナーとして集中して藤井さんの歌声だったり演奏だったりパフォーマンスを見たり聞いたりするのだとやっぱり見えてくる部分が全然違いました。そういうところにね気づけたのも皆さんがコメントでリクエストしてくださったおかげです。いや本当にありがとうございました。やっぱりねパフォーマンスしてる藤井さんは最高にかっこいいですよね。何回見てもねそういう風に思えるっていうのは素晴らしいことだなっていう風に思いました。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。